アーミーの皆さん、ちょっと待ってください。この瞬間、あなたは一生忘れられないかもしれません。もし今、あなたが BTS の日本公演はどんな感じだったのかと少しでも気になっているなら、この話は最後まで絶対に見逃さないでください。なぜなら、今回の BTS ワールドツアー、アリラン in Japan 東京ドーム初日は、ただのコンサートではなく、まるで一つの物語のような奇跡の連続だったからです。会場に入った瞬間から感じるあの異様な熱気、ライトスティックの紫の海、そして開演前の静けさの中に漂う緊張感、すでにその時点で何か特別なことが起こると誰もが感じていました。そして照明が落ちた瞬間、会場全体が息を飲み、一瞬の静寂の後、爆発するような歓声が東京ドームを揺らしました。その瞬間から、全てが始まったのです。オープニングの演出はこれまでにないスケールで、巨大スクリーンに映し出される映像と完璧にシンクロしたパフォーマンスに、観客は一瞬で引き込まれました。メンバー一人一人の表情、動き、そしてオーラがまるで映画のように感じられ、ただのライブではなく、体験そのものでした。特にダンスブレイクでは、会場の空気が一変し、観客の心拍数までも支配しているかのような圧倒的な存在感を見せつけました。そして、数曲が終わった後の MC タイム、ここで誰もが予想していなかった、あの瞬間が訪れます。メンバーが静かに言葉を選びながら、日本のアーミーへの感謝を語り始めたその時、会場の空気が一気に温かく変わりました。また日本にたくさん来たい、という一言。そのシンプルな言葉が、なぜこんなにも深く胸に刺さるのか、その理由は、この数年間の出来事を知っている人なら誰でも理解できるはずです。そして、その感動がまだ冷めやらぬ中、突然イントロが流れ始めました。その瞬間、会場中がざわつき始め、まさか、という声があちこちから聞こえてきます。そして次の瞬間、誰もが信じられない光景を目にしました。クリスタルスノーが流れ始めたのです。この楽曲は、日本のファンにとって特別な意味を持つ曲であり、ライブで披露されることが非常に少ないことで知られています。そのため、このサプライズはまさに、奇跡と呼ぶにふさわしいものでした。イントロのピアノの音が会場に響いた瞬間、涙をこらえきれないアーミーが続出し、あちこちで涙を拭う姿が見られました。メンバーたちもまた、その感情を共有するかのように、これまで以上に丁寧に、そして心を込めて歌い上げました。そのパフォーマンスは、ただ歌を届けるだけでなく、感情そのものを伝えているかのようでした。特にサビの部分では、観客全員が一体となり、大合唱がドーム全体に響き渡り、その光景はまるで映画のクライマックスのようでした。この瞬間、会場にいたすべての人が、今、この場所にいる意味を強く感じたことでしょう。そしてパフォーマンスが終わった後、しばらくの間、誰も声を出すことができませんでした。それほどまでに、この瞬間は完璧で、そして美しかったのです。しかし、驚きはそれだけでは終わりませんでした。後半に入ると、再びエネルギー全開のパフォーマンスが続き、観客のテンションは最高潮へと達します。ダンス、歌、演出、その全てがこれまでのツアーを超えるレベルで構成されており、一瞬たりとも目が離せない展開が続きました。そして終盤、再び訪れる MC タイム。ここでメンバーたちは、それぞれの言葉でアーミーへの思いを語り始めました。その言葉は決して派手ではなく、むしろシンプルで素直なものでしたが、それゆえに強く心に響きました。ここに戻ってこれて本当に嬉しい。皆さんがいるから、僕たちはここに立てています。その一言一言が、観客の心に深く刻まれていきます。そして最後の曲が始まる頃には、誰もがこの時間が終わってほしくないと感じていました。エンディングの演出では、これまでの奇跡を振り返るような映像が流れ、会場全体が再び感動に包まれます。そしてラストの瞬間、メンバー全員がステージの中央に集まり、深
深く頭を下げたその姿に、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が送られました。この日の公演は、ただの成功ではありません。それは、記憶に刻まれる伝説、となったのです。終演後も、誰一人としてすぐに席を立つことができず、余韻に浸る人々の姿が印象的でした。そして今、この瞬間も SNS ではこの公演についての投稿が止まることなく、世界中のアーミーがこの感動を共有しています。もしかすると、この日の出来事は、これから先も長く語り継がれることになるかもしれません。そしてもしあなたがこの場にいなかったとしても、このストーリーを知った今、その一部を感じることができたはずです。だからこそ、次に彼らが日本に戻ってくるその日を、絶対に見逃さないでください。なぜなら、その時もまた、今回と同じように、いやそれ以上の奇跡が待っているかもしれないからです。